皆さんこんにちは、Tスタジオです。よろしくお願いします。今回はですね、私がいつも使っているこちらのソニー α6700 とシグマの 1850mm のこの組み合わせについてお話をしたいなと思います。このレンズの万能さだったりとか、この軽さだったり、あとは実際にこの組み合わせでどんなものを撮ってきたのかみたいなところを作例も交えながらお話できたらなと思っています。今回はですね、先日早稲田のあたりを朝からスナップしてきたので、その時の作例を中心にお話をしていこうかなと思っています。以前ルミナーネオというソフトを使って編集した写真も過去の動画で公開していますが、今回はいつも使っているライトルームで編集した写真をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。まずどうして α6700 に 1850mm を選んだのかっていうところからお話をすると、 α6700 ってソニーの APS-C 機の中でも、結構新しめの機種だと思うんですけど、私はこのボディに純正のズームレンズじゃなくて、このシグマの 1850mm を合わせて使っているんですよね。このレンズは APS-C 用のレンズなので 35mm 換算にするとだいたい27から 75mm くらいになって、広角側の 27mm からちょっと寄れる 75mm ぐらいまで、しかも F2.8 投資で撮影ができるっていうのが本当に魅力だなと思うんですけど、最初これを海外に持っていくのに買ったレンズなんですけど、すごい軽い組み合わせなので全然疲れなくてもう最高だなと思いながら使っていました。で、この軽さとズームの便利さがどういう時にいいのかっていうのがすごく分かりやすかった日がつい先日あって、実は今度早稲田のカフェで写真の展示をさせていただくことになったんですけど、それで早稲田のあたりにスナップを撮りに行ったんですよね。で、その時にどの組み合わせでカメラ持っていこうかなって考えたんですけど、とにかくその日は朝からスナップを撮りたかったので、なるべく軽い組み合わせがいいなっていうふうには思っていて、軽いセットだと他にソニーの α7C2 に 24mm の G レンズっていう選択肢もあって、あれもねすごくコンパクトなので最後まで迷ってたんですけど、今回は展示をさせていただくそのお店の中も写真を撮らせていただきたくて、お店の中だと周りにお客さんとかもいらっしゃるので、自分があちこち動き回って撮るのはちょっと気が引けるなというふうに思ってしまって、だったら自分が動かなくてもその場で画角を変えられるズームレンズの方がいいなと思って、この α6700 と 1850mm を選んだっていう感じなんですよね。そんな感じで軽くて動かなくても画角の調整で対応できるっていうところがこのセットの一番の決め手で、実際今も α6700 にほぼつけっぱなしにしていることが多くて、最近かなり使う頻度が高い組み合わせになります。私がこの組み合わせで一番いいなと思ってるのが、やっぱりこのズーム1本で安心できることとか軽さなんですよね。換算で 27mm から 75mm くらいまで撮影ができるので、とりあえず何でも撮れるっていうのがいいなと思っています。こういったところが単焦点レンズとの一番の違いで、ZF に 40mm をつけている時はこの画角でどう撮ろうかなって自分で動いて考える楽しさはあると思うんですけど、この 1850mm は逆で、とりあえず持っていけばなんとかなるっていう安心感があるなっていうふうに思っています。撮りたいものに合わせて自分が動かなくてもこのズームリングで画角を合わせられるので、旅先だったりとか1回しか通らないような場所とか、この撮り逃しが少ない感じが本当に心強いなっていうふうに思います。例えばですけど、早稲田の街を歩いている時もパッと広く街並みを撮って、気になったものがあったらそのままズームして寄って撮るっていうのがこの1本でできてしまうんですよね。それからこのレンズは見た目以上に結構寄れるなっていうふうに思っていて、
広角側だとかなり近づけられるので、テーブルフォトとかお花とか小物を撮るのにもすごく簡単で、 F2.8 投資なので寄った時のボケも結構しっかりと出てくれるので、そういったところもいいなと思います。私的にはこの組み合わせのもう一つの魅力はやっぱり軽さだと思っていて、このシグマの 1850mm って F2.8 投資のズームなのに重さが 300g ないくらいなんですよね。α6700 自体のボディもすごく軽いので、合わせても本当に軽くて、首から下げてたとしてもバッグに入れてたとしても全然このくらいであれば負担にならないんですよね。私は他にも ZF とかライカのカメラとかいろいろカメラは持ってるんですけど、 ZF と 40mm の組み合わせもあれはあれで大好きなんですけど、比べるとやっぱりちょっと重いなと感じる部分も正直あって、それと比べるとこの α6700 と 1850mm はもっと気負いしない組み合わせというか、とりあえずこれを持っていけば間違いないっていう頼れる万能セットみたいなイメージがあります。あとこの組み合わせは写真だけじゃなくて動画も十分に綺麗に撮れるなと思っていて、α6700 ってオートフォーカスも優秀ですし、動画機としても評価が高くて、しかも 1850mm のレンズをつけてる時は画角を変えながら動画も回せるので、写真を撮りに行ったついでにちょっと映像も撮っておこうみたいなのがこれ1本でできてしまうんですよね。これもズームレンズの強みだなと思っています。まあでも見た目の話で言うと ZF みたいなクラシカルな可愛さっていう感じではないんですけど、まあ可愛がるっていうよりかは頼りにしてるっていう感じで使っています。で、個人的に見た目で好きなところで言うと、この上面の部分がピシッと揃ってるっていうところが私は好きですね。私のソニーのカメラって α7C2 とか ZV-1 もそうなんですけど、この上の部分が平らっていうのが私は好きで、その中でも α6700 はこのダイヤルのところも含めてピシッと上の部分が揃ってるところが気に入っています。で、ちょっと早稲田でスナップした日のことをお話しすると、その日はですね、午後からちょっと別の予定があったので、せっかくなら朝早く行って写真を撮って散歩しようかなっていうふうに思っていて、朝7時ぐらいからですね、早稲田のあたりをうろうろしていたんですよね。さすがにね、朝7時の早稲田はまだ人が少なかったんですけど、前日にモーニングを食べるお店をどこか選んで行こうかなって思ってて、お店を調べて一応目をつけていたお店があったんですけど、当日ね、迎えながら確認をしてたらまさかの定休日で、ちょっとね、朝からがっかりはしたんですけど、まあでもせっかく来たし、お天気も良かったので、まあいろいろ撮りに歩いてみようと思って写真を撮りながらあちこちフラフラしていました。そんな感じで予定通りに行かない時でもこの組み合わせであれば軽いから目的なくただ歩いてても全然疲れないですし、気になったものがあったら気にせずに撮っていけるっていうのはやっぱりいいなって思いましたね。ちょっと作例をご紹介したいなと思うんですけど、例えばこの通りの写真なんですけど、縦写真と横写真の比較になってしまうんですけど、1枚目は広角で全体を写したもので、2枚目はちょっと望遠側にして、この上の絡まり合った電線を少し圧縮して撮ってみた写真になります。ズームリングを回しただけでも結構違った印象の写真が撮れるので、使っていてすごく楽しいなと思います。それから早稲田の街はちょっと歩くと緑が綺麗な場所も結構多くて、こんな感じで大きな木とか道端のお花とか、広角で緑のトンネルみたいな抜けを撮ってみたりとか、お花にぐっと寄って撮ったりもしてみました。F2.8 投資なので寄った時の背景のボケ感も結構楽しめるなと思います。そんな感じで歩いているうちにちょうどいい時間になってきて、実はこの日は私が写真を展示させていただくことになっているコハゼコーヒーさんっていうカフェが早稲田にあるんですけど、そこでフレンチトーストとコーヒーをいただきながら写真を撮らせていただきました。これはトーストの上にシナモンのかかったアイスが乗っていて、これがもう本当に可愛くて美味しくて、
カメラをぐっと近づけて撮ると、このアイスのねとろけ具合とかトーストの照り感みたいなところまでしっかりと映ってくれるんですよね。それからこちらのカップは早稲田コーヒーさんのロゴが入っていて、これがまた素敵なんですけど、この写真はねちょっとポスターにしたんですけど、後でねこの後ろに飾ろうかなと思っています。そしてここがまさに最初にお話ししたこの α6700 とシグマのレンズセットを選んだ理由の大きな部分なんですけど、お店の中だと周りにお客さんもいらっしゃるので、あちこち動き回って撮るのはちょっと申し訳ない気持ちになるんですよね。でもこの 1850mm のレンズなら席に座ったままズームリングを回すだけでちょっと広めに映した店内だったりとか、テーブルフォトもロゴのアップの写真も全部これだけで撮ることができたので、改めてこの日はこの組み合わせで来て正解だったなって思いました。今日お話しした写真はライトルームで編集をしているんですけど、こんな感じでお店の温かい雰囲気を大事にして調整をしてみました。ということで今回はソニーの α6700 と 1850mm の組み合わせ、やっぱりいいよねっていうお話をしてきました。換算 27mm から 75mm まで広く撮るのもぐっと寄って撮るのも1本でいける万能さと、 F2.8 投資なのにこの軽さと気負わずに持っていけるバランス感が本当に魅力だなと思います。この組み合わせをおすすめするとしたら、最初の1本でとりあえず何でも撮れるやつが欲しいっていう方とか、レンズをいろいろ変えるよりも1本で身軽に動きたいという方、あとは写真も動画も両方やりたい方にはすごく刺さる組み合わせなんじゃないかなと思います。他にも APS-C カメラでおすすめの組み合わせだったりカメラやレンズがあればぜひ教えていただけたらなと思います。きっとカメラやレンズ選びに悩んでいる方の参考になると思います。それから最後に一つお知らせです。今日の動画にも出てきた早稲田の小ハゼコーヒーさんなんですが、実はこちらで私の写真を展示させていただくことになりました。展示内容や詳細については今後も発信していく予定ですので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると励みになります。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると嬉しいです。それから写真やものづくり、写真展などの情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローいただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。